こんにちは、レンです。今日は日本語を早く学びたいなら、ゆっくり学ぼうということについて話します。まず言葉の説明をしますね。早いというのは、シュッと。これが早い。ゆっくりは、ゆっくり、ゆっくり。これがゆっくりです。で、今回僕が言いたいのは、日本語を早く学びたいなら、ゆっくり学ぼうということです。これがどういうことか、今日は話したいと思います。最近 YouTube にこんな動画がたくさんありませんか？ 6 ヶ月で日本語がペラペラになる方法とか、2週間でポルトガル語を話せるようになるとか、3日間で3000の単語を覚えるとか、そういうタイトルの動画がたくさんあると思います。タイトルっていうのは題名ですね。題名。タイトル。言語を早く学ぶっていうテーマの動画が今の YouTube にはたくさんあります。もう本当にたくさんありますよね。僕もたまにそういうビデオを見ます。そういうビデオを見てると自分にもできるんだって。自分も6ヶ月で日本語ペラペラになれるんだとか、自分にもできるんだっていうふうに皆さん思ってしまうんですけど、あれは正しくないと思います。例えば、6ヶ月で日本語をペラペラになる方法。やっぱりそういうインパクトのあるタイトルっていうのは、皆さんクリックしますから、クリックされやすい動画なので、YouTube にはそういう大げさな誇張した動画がたくさんあるんですよね。で、それを信じてしまうと、外国語の勉強っていうのがとても苦しくなると思います。だって、YouTube の動画では、ある人は3ヶ月で日本語をペラペラになったって言ってるのに、自分は1年勉強してるのに全然うまく話せないとか、そういう風になると、やっぱり苦しいですよね。なんで自分はできないんだってストレスが溜まりますし、日本語の勉強自体つまらなくなってしまいます。つまらない。面白くないことですね。つまらない。ああいう動画をあまり真に受けてはいけないと思います。もちろん、日本語を早く学びたい。早くうまく話せるようになりたい。日本に住みたいとか、そういうモチベーションを高く保つことは非常に大事です。それは非常にいいことだと思います。でも、高すぎる目標を持つことは良くないです。例えば、半年で日本語の文法を全部覚えるとか、今日一日で日本語の単語を100個、100、100個覚えるとか、そういう目標を立てるのは良くないです。なんでかっていうと、できないからです。不可能だからです。高すぎる目標を設定して、それが達成できないと、すごく悪い気分になりますよね。ストレスが溜まって、自分にはできないんだって、ネガティブになってしまいます。なので、高すぎる目標を設定するのはやめましょう。やっぱり最近の YouTube の動画が、そういうクリックベイトっていうんですか？クリックベイトが多いので、どうしても期待しすぎてしまう。目標を高くしすぎてしまうと思います。なので、それらの動画は信じないでください。あれは人に見てもらうための内容なので、本当のこととは限りません。多分、本当ではないと思います。もしそういう動画を見て、自分は全然できない。自分は3年間も勉強してるのに、まだうまく話せないとか、そう思ってる人いたら、安心してください。大丈夫です。大丈夫です。外国語学習っていうのは、本当に長い期間続けていくものなので、安心してください。ゆっくりやっていきましょう。早く学びたいって思うと、どうしても焦ってしまいます。早く日本語をマスターしようとか、早く日本語をペラペラになりたいとか、そう思うのは悪くないことだと思うんですけど、それで
具体的に高すぎる目標、ゴール、目標ですね、を設定するのはすごく危険なことです。日本語学習がつまらなくなってしまいますし、すごくストレスが溜まってしまいます。ゆっくり勉強するっていうのは、あまり期待しすぎないことです。時間をかける。たくさんの時間をかけて、少しずつ勉強することです。少しずつね。例えば、毎日3つの単語だけ覚えるとか、毎日文法を1つだけ勉強するとか、小さな目標をどんどん達成していきましょう。あまり高すぎる目標を設定しないようにしましょう。ゆっくり学ぼう。時間をかけようって思うと、やっぱり気持ちに余裕ができますよね。気持ちが楽になるので、リラックスできますよね。で、その状態で勉強を続けると、焦っている時よりも圧倒的に効率がいいんですよね。圧倒的っていうのは、とってもってことです。とっても効率がいい。効率っていうのは、どれだけいいパフォーマンスが出るかっていうのが効率です。リラックスして、たくさん時間をかけて勉強していこうって考えると、かえって学習が早くなります。というのも、やっぱり続けられやすいですよね。なので、ゆっくり学ぼうとすることで、逆に早く学ぶことができます。だから、早く学ぼうとしないでください。ゆっくりね、ゆっくり。YouTube の動画に惑わされちゃダメですよ。YouTube の動画はかなり誇張されてるので、安心してください。日本語は6ヶ月ではマスターできません。YouTube ではそういう動画がたくさんあるのに、自分はできない。そうなると、やっぱりすごいストレスになりますよね。僕もそうでした、実際。スペイン語を勉強していて、6ヶ月でスペイン語をマスターする方法とか、3週間で3000単語覚えるみたいな、そういう動画が結構あって、で、見ていたんですけど、やっぱり自分にはそんなことできないので、できない時にすごいストレスを感じたんですよね。自分にはできないから。で、そうなると、やっぱり勉強自体のモチベーションも下がっちゃいますよね。下がる。モチベーション、やる気。やる気が下がってしまいます。だから、そういう動画を真に受けずに、自分のペースで勉強しましょう。自分のペース、自分の速さ、自分のスピードでゆっくり少しずつ勉強していきましょう。人と比較しないようにしましょう。比較というのは比べる。比べると比較は同じです。比べる、比較。はい。人と比べることをやめましょう。やめる。以上が今日の動画になります。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。